Hello everyone, this is Colin's channel. なんと実は今日でチャンネル設立してから6年目になります。Happy 6th year anniversary! Woo! Yeah, that's it. Bye. No. お遊びはここまでだ。ただ行ってみたかっただけです。2015年の6月20日にチャンネルを作って動画投稿を始めたということで少しいろいろ振り返ります。まず一つ目にお知らせ、今更って感じかもしれないんですけど、チャンネル名を変えました。前はカリンチャンネルカレンって書いてあったんですけど、私あんまりごちゃごちゃしてるのが好きじゃなくて、元からあれは変えるつもりで仮の名前としてありました。ずっとその長いのだったから今も見てて違和感ある。シンプルな方がいいかなと思って結局カリンだけにしました。なぜ最初日本語入ってたかっていうと、最初は日本語で動画を作る予定だったので、今もそうだ、日本語一筋の作戦だったので、日本語のチャンネル名に入っていった方が日本の方にも見てもらえるかなと思って日本語も入れてたんですけど、もういいかなと思って日本語外しました。その話の続きで、なんで日本語で動画撮るのかよく聞かれるんですが、私はあんまり日本語を練習する機会がなくて、やっぱ英語で英語の動画撮るとみんなそうじゃないですか。ユニークな部分を見せるとしたら日本語で英語もちらほらつけるみたいな、日本語メインとしてグローバルな視野もシェアしていくって方がマーケット上目立つかなと思ってそっちの方向にしました。当時はいろんな考えがあったと思うんですけど、それ2つが主な理由です。あと英語でやるともし学校の友達とかに見られたら全部分かっちゃうので日本語にしました。クラスメイトとか先生とかに見られたら恥ずかしいから英語じゃなくて日本語でやってました。その頃はインターナショナルスクールに通ってたので気にしてたんですけど、大学入ってからは友達っていう人も少なくなってきたし、あんまり人と関わることがなくなったのであんまり気にしなくなりました。今日で6周年なんですけど、動画の本数も500本超えてました。気づいたらパチパチなのかな。中には変な動画とか本当にゆるゆるな動画もあるから全部500本自信持ってやったぞって言えるわけではないんだけど、動画のネタは本当に無限にあるんだなって感じてますまだまだだけどね。新しく見てくださる方たちのためにこの6周年記念にちなんで100の質問っていうものに挑戦していました。別で撮ってあるので100の質問どうぞ。ではちょっと変わった自己紹介がしたい人に100の質問スタートです。名前はカリン、出身地、ニュージーランドじゃないニュージャージー、在住地シンガポール、何歳20歳、性別女、家族構成両親プラス私、一緒に暮らしている生き物いないわ髪型なんか三つ編み、爪の様子どんどん伸びてきているジェルネイル、座右の銘 Push yourself because no one will do it for you。 学歴大学卒業したて、今までの部活吹奏楽部、バスケットボール、編み物クラブ、ウォールクライミング、それぐらい。宿題はちゃんとやるタイプやってました。どんなことに気をつけて生きている？思い立ったらすぐ行動。 SNS やってます。朝弱い、バリバリ強いです。学校は好き、大好きでした。勉強は好き、まあ好きでした。運動は好き、得意、運動によるけど好きで、得意と聞かれたらとんでもなく不得意でした。絵描くのは好きです。弾ける楽器、ピアノ、フルート、ギター、あんまり最近やってないけど、作れる料理、オートミール系ならいろいろ作れます。行きつけの場所、最近はドントンドンキ将来の夢、想像力を生かして後悔のないことをやりたい。思い出の作品はこの間作ったシンガポールとは私にとってどういうところなのか、ホームっていう短編映画です。アップしてます。思い出の曲、ちょっとテイラー・スウィフトしか思い浮かばない。テイラー・スウィフトのラブストーリーきっかけにスウィフティになりました夏休みの思い出、毎日夏休みだな。マリーナベイサンズのプールに友達と行ったことかな。結構前だけど苦い思い出、飛行機に乗ってアメリカからシンガポールに戻ってきたこと。去年3月学校が全部休校になっちゃったから、目標
目標は挑戦し続けること。部屋は綺麗。まあ綺麗だと思うんですけど、どうでしょう。日によります。暇つぶしによくやること。スイッチ。何か悩み事はある。ありすぎて。なんか照明の当て方が未だによくわからない。やってみたいこと。バンジージャンプ。絶対にできないけどやってみたいこと。テイラー・スウィフトのお家に行ってみたい。行ってみたい場所。テイラー・スウィフトのお家。ギリシャには行きたいってずっと言ってます。なってみたいキャラクター。ドラえもん。住みたい家、積水ハウス、暮らしてみたい世界。ドラえもんで読んだんですけど、道がなんかコロコロになっててエスカレーターみたいで、道の上に立つだけで自分の体が運ばれる、楽する世界に住んでみたいです。どんな風に死にたい？今まで後悔なく生きてきたな、これ以上やり残すことはないと思いながら死にたいです。生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったらブドウの農家になりたいです。悩みがある時どうする？寝ます。テンション上がるのはどんな時？お菓子作りが終わって最終段階、写真撮影に行く時、やっと完成したってテンション上がります。自分の強みは何？フットワークが軽いところ。自分の弱みは何？せっかちなところ。どんな時に笑う？恥ずかしい時とか照れる時。どんな時に泣く？面白い時、悔しい時。自分自身のことを一つ変えられるとしたら、もうちょっと落ち着きたい。あなた様にとってヒーローとは Selfless but strong マララ・ユスフザイさんです。友達付き合いはどんな感じか気ままにゆるくやってます。みんな世界中あちこちに行っちゃったので。どんな恋愛がしたい？落ち着いた恋愛。タイプは歯並びきれい、自分のことを客観視できる、お年寄りや店員さんにも優しい。人を好きになるとどうなる？その人のことばかり考えてしまうと思います。キュンとする仕草、フェチ。ずーっとオンライン授業で人と関わりなさすぎてあんまり思いつかないです。苦手な人の性格は自己中心的、うるさい。結婚願望あります。でもコロコロ変わります。子供は欲しいと思う。欲しいです。家族との関係はずっとシンガポールにいるので早く出て行ってくれないかときっと思ってます。あなた様にとって優しさとは？優しさとは心の強さだと思う。以下好きな〇〇が続きます。食べ物、ブラックサンダーとかまぼこ。飲み物、ライムジュース。アイス、ラムレーズンアイス。色、青緑。動物、チーターってずっと言ってたんですけどコロコロ変わっちゃいます。数字23。なぜか顔文字っていう顔文字。作家さん、あれ面白かった。アガサ・クリスティーン。アーティスト、テイラー・スウィフト。創作もののジャンル、ミステリー、サスペンス。漫画、ドラえもん。アニメ、ドラえもん。小説、そしてバトンを渡された。映画、最近見たのは Operation Varsity Blues。ネットフリックスの面白かったです。場所、無印。花、植物、トルコキキョウ。テレビ番組、水曜日のダウンタウン。ラジオ、聞かないです。ゲーム、オーバークックと。アプリ、グラブ。サイト、DBS。季節、秋。時間、3時のおやつ。キャラクター、ドラえもん。キャラ属性、ドラえもん。あなた様にとって愛とは許し合うこと。一つ願いが叶えられるなら、全世界の子供たちが不自由なく学校に行ける世界になればいいなと思ってます。無人島に持っていくなら何？ライター、火作るため。結構真剣に考えた。お化けは信じる？特に信じない。占いは信じる？あんまり信じない。神様を信じる？信じてない。実現してほしいサイエンスフィクション、未確認生物を実際にそのラブとかで作ってほしいです。自転車漕ぎながら何してる？あんまり自転車も漕げないから漕ぎながら多分叫んでます。助けてって。タイムスリップして何かをやり直せるなら、アメリカの寮に物を置いてきちゃったので、それを何とか処分したいです。今までに見た印象的な夢は、これ怖い夢があって、私なぜか学校にいて銃声超えたんですね。やっぱりこれはニュースによくあるシューティングだと思ってすぐに逃げました。教室とかどっかに銃撃がバンバンバンってあったの、夢の中。それでビクッてして起きて、夢かって自分を落ち着かせたんですけど、しばらくその時もドキドキしてて不安で眠りにつくことができなかったです。そしたら翌日ニュースでシューティングがあったんですよ。すごい怖かったし驚きました。こんなことが起きるんだって。未来への自分の手紙、どんなこと書いた？確かクモンはどのレベルまで上がりましたかっていうのを書いた記憶はあります。どっか行っちゃったけど。大雨の日何してる？ゴロゴロしてる。理想の先生ってどんなの？ Patient and
encouraging。ここから先は趣味や仕事などご自由にどうぞ。じゃあ映像制作入れますか。いつからは高校生。映像制作するときに気にすることはどういうメッセージを伝えてるのか気にしてます。映像制作について今までどんなことをやってきた CM 作ったり SNS 用のビデオを作ったり短編映画作ったり実際に YouTube の動画作ったりいろんな形の映像を作ってきました。あなた様にとって映像制作とは一度体験したこと感情でも何でもその時を収めて再生することでもう一度体験できるというツールです。はい、以上でちょっとした自己紹介的なビデオになりました。そして最後にこのチャンネルの6周年目にちなんで私のロゴをデザインしてくださいました。私がこだわっていろいろお願いしてできたロゴでございます。イラストレーターデザイナーさんは曽我ジョニーさんという方で一本の線で作られた世界のテーマにワンラインアートで私の世界観をイラストレートしてくれました。ありがとうございます。方向性としては私の好きなこと映像制作で世界を捉えるいろんな視野をシェアするを表現したくてカメラのレンズの中に私の思い出の場所のランドマークを書いていただきました。左から富士山、東京スカイツリー、マリーナベイサンズ、マーライオンです。日本とシンガポールを一本の線でつなげるカメラで収めて届けるという気持ちを込めて依頼させていただきました。最初ずっとシンガポールに住む予定ではないので何にしようか悩んだんですけどやっぱりハートはシンガポールにあるしずっと育ってきた国だったので心のお家はシンガポールと日本かなと思ってこういったデザインにしてもらいました。ありがとうございます。色もねいい感じに私が何回もお願いしてこういった配色にさせてもらって全体的にシンプルだけどインパクトのあるデザインが欲しくて素敵に描いてくださりました。本当にありがとうございます。どこに使おうかなそれはまだ決まってないんだけどいろいろ考えてます特にこれから劇的に変わるっていうことはないです。でも前の自分を超えられるようには常に心がけているのでこれからももっと楽しくて面白くてなんかクスッと笑えるような動画も作れるように努めますので今後もよろしくお願いします。そして今まで香港にいる時やアメリカにいる時シンガポールに帰ってきた時いろんな旅を見てくださり点々と動いてきた私のジャーニーを見守ってくださりいつも感謝しています。ありがとうございます。こういう動画面白いんじゃないとかこうやった方が見やすいんじゃないっていう意見やアドバイスあればぜひぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。バイバイ。